はじめまして、ことの葉葵って言います。姉の茜って言います。よろしゅうな。というか、なんやねんこのテロップ。髪も赤くて、思想も赤いって。じゃあ、お姉ちゃん、プロレタリアの武装するかいなとかどう？もっと嫌やわ。何が悲しくて、こんな物騒な肩書きつけなあかんねん。葵の趣味か。冗談だってば。お姉ちゃんは面白いから、少しからかいたくなっちゃって。まあ、それならええか。でも、冗談もほどほどにしときよ。それで、葵、今日は何をするんや？実はね、つむぎちゃんにお願いされてたんだ。バクトの手段を解説してほしいって。バクトの手段、いろいろあるけど、どの手段？じゃーん！我らが、ソビエトが誇る装甲師団、第79新鋭戦車師団だよ。おう、79か。正式名称は長いから、79でええやんな。もちろん、79だけの特徴といったら、やっぱり戦車は外せないやんな。T80 の IZD 型は強力だからね。連度が1段階でも3両出るから2段階上げてもいいよね。他にも対戦車砲とかあったりするのもいいよな。対戦車ミサイルもついてるし、優秀やね。ステルス値もあるし、配置次第で強くなるもんね。逆に、これといった弱点はあんまり感じないけど、ちょっと物足りないなって思うところもあるよね。いろんな機体が選べるのに、エアータブが怖くしかないもんな。爆走量の多い SU-24M と SU-25 系列なら、ロケットが最有力候補になるやるか。あとは、シード機っていう選択肢もあるね。30ミリ砲は強力だから、戦車にも有効だよ。うちらのデッキはこんな感じやで。でも、デッキに幅がある次第やから、人によって変わるところも多いやろな。BMP2 の搭乗歩兵も AT ロケットの貫通力が高いユニットを選ぶか、5ポイント安くなって側面が少し厚い D 型を採用するかでも変わるだろうしね。あとは、最近うちのブームやねんけど、ストレラを2段階連度上げて2つ入れてるで。あんまり過去の話はしたくないんやけど、前は優秀な対空があったからな。でも、ストレラは安いしよく当たるから、うちのお気に入りや。あとは、全体的に戦車が多めだよね。攻撃ヘリも入れられるだけ入れてるよ。とまあ、そんなところやるか。幅広いプレイスタイルに対応できる。いい手段やで。それじゃ、早速実践に行こうお姉ちゃん。革命の長寿には防衛が不可欠。全世界のプロレタリアートのために。待ってや葵。そう焦らんでもええやんか。おい。しかもウシャンカ置いていったままやで。ごめん、忘れてた。始まったね。マップは暗いで森と平地が広がるいいマップだよ。うちもいっちゃん好きなマップかもしれんな。有利不利気にせず戦える気がするで。さて、お相手の方はアメリカの第8歩兵師団を選んでいるね。オールラウンダーな歩兵師団だよ。エイブラムスも出せるし、歩兵も強い。おまけに対空も砲も強いときた。これなら最強なんやないか。でもね、欠点もあるんだな。まずね、IFV が偵察のブラッドレー以外に存在しないよ。うちらの評価だと火力支援できるユニットがあるかどうかでかなり変わってくるからな。アメリカの8は戦車もバルカン砲もあるから良さげやけど、歩兵に対して強力な手段があるということは敵の戦線を容易に突破できることを意味するからね。でも空挺師団だけは例外やで。そもそも相手より早く前線に到着できるからな。お相手さんは本当に強い方だから油断できないね。私たちも何回か戦っているけど、どう頑張っても負けちゃうことが多いよ。それじゃあ次は作戦計画やな。葵、詳細な偵察写真を出してくれ。これだよ。お姉ちゃん、まずはマップの特徴からいこうか。うちの理解だと道路の関係上赤側は右翼に展開しやすいと思ってるんや。事前にマーカーで主要な道路に印をつけておいたで。赤側の右翼は段差があったり有利なポジションを取りやすいってことだね。でもお姉ちゃんは右翼に重心を置くわけじゃない。そうでしょ。せや左翼に部隊を向かわせるで、その方が中央に圧をかけやすいからな。左翼はほぼ確実に森林戦になるけど、79には歩兵戦に強い RPO があるもんね。もし可能ならそのまま中央に行きたいけど難しいやろな。中央には CV を隠せるくぼみもあるから活用したいね。これが実際の部隊配置や。左翼は TO55 が主役やな。重要なポジションはスペツナスグルート BMP2 で取りに行くよ。それじゃ早速実践に行こう。勝負や。真ん中の道路からいくつか部隊が見えてきたね。あれはおそらく中央を確保する部隊じゃないかな。すごい数の部隊が左に見える。お相手さんも左翼を取りに来るつもりやるか。敵の右翼は手薄に見えるね。今のうちに取り切って確保してしまおう。防衛に有利なポジションに移動させるよ。相手のこの布陣なら確実に森林戦になるやろな。予想してた通りや。あのブラッドレーは本当にいい位置におるな。
森にもフラッシュが入ってきそうだから、うまく対処せな。戦車を突っ込ませたいけど、敵戦車もいるから躊躇しちゃうよね。一旦有利な位置まで下げてみるのが良さそう。私が呼んだスーパーで最強なパワフルアカネちゃん砲がようやく到着したね。まずは高台にいるブラッドレーを狙っていくよ。あのな、葵、パワフルアカネちゃん砲ってなんやねん。無慈悲にも革命の敵を撃ちひしぐ 152mm の赤ツヤ砲のことだけど、綺麗そう。なんでや、普通に赤ツヤって言えばええやろない。まあお姉ちゃん。あ、ようやく敵歩兵が顔を出してきたよ。敵のフラッシュが突っ込んできたな。AT 持ちもいるから戦車とかも近づきにくい。撃破まで持ち込むのは難しそう。地味だけど重要な場面だね。アカネちゃん砲も命中して高台のブラッドレーを退けることができたね。TO55 にはほぼ必中でダメージも高い火炎放射器がついてるんやけど、射程距離が短いから当てるのが難しいんよな。1025m だからね。無反動砲を除く AT ロケット持ちなら射程外から攻撃できるけど、相手の師団にあるドラゴンなんかにはアウトレンジされる距離だね。敵の CV も入ってくるな。敵の歩兵は森深くに撤退したから、うちらの相手も体勢を整える時間って感じやな。ちょうど突出した相手の対空ミサイルも撃破できたね。これはかなり大きいんじゃないかな。センター拠点のくぼみに CV を入れたけど、相手も左翼から抽出した CV を入れてきたね。こういう時は砲兵の出番やな。茂みに潜ませた BRM がスポットしてくれてるで。お姉ちゃん、その、なんや葵、言うてみ、アカネちゃん砲っていう呼び方は言わんわ。普通に恥ずかしいわ。葵、そんな顔しても言わんからな。まあ会おうのに戻ろか。相手の CV が移動したから、最小陣中や。ちょこまか動かれると結構厄介やな。左翼は RPO が奮戦してたけど、フラッシュの圧力には負けちゃったね。歩兵を徹底的に下げて、戦車の火力支援下に入らせるよ。増援の RPO も読んで体勢を立て直さないとな。最後に決着つけるのは歩兵やで。また CV が移動したで。狙ってやってるとしたらなかなかなもんやな。大丈夫、この強強な 152mm アカネちゃん砲ならね。わかった、許そう。我が最愛の妹よ。ふひひ。そのかわいい。ちゃんと書かなあかんからな。もちろん。任せてお姉ちゃん。増援の RPO が到着したな。これで余裕が出てくるはずや。戦車も前進させて様子を見てみようか。伏兵がいたら怖いけど、撃破しないことには始まらないからね。同時に CV も狙っていくで。アカネちゃん砲でな。お姉ちゃん、なんかいいからが聞こさい。偵察の歩兵が前に出すぎて猛攻食らってるな。とはいえ、フラッシュとレンジャーが一緒になって動いてるから攻撃しづらいな。CV 撃破できたね。小さいように見えるけど、相手に消耗を強いていくよ。左翼も敵の増援を立てる位置に移動したいけどな。めっちゃいい位置に敵戦車がいるから難しい。ヘルファイア持ちの敵ヘリも飛来してきたね。側面に出るのは難しそう。やっぱり、アカネちゃん砲が重要になってくるね。クラスターが飛んできたな。うちらの対空を狙ってるんやろか。セーフだったねお姉ちゃん。あのクラスターは搭載量こそ少ないけど、対空とかアカネちゃん砲はやられちゃうからね。特に、砲兵は替えが利かないから慎重に扱わないとな。対戦車砲が到着しつつあるね。これがあるだけで安心感が全然違うよ。右翼に敵部隊が来そうでめっちゃ怖いんよな。もちろんノーガードっちゅうことはないんやけど、今は左翼に集中しようお姉ちゃん。戦車も揃ってきたし、徐々に攻勢の準備は整ってきたはずだよ。相手の戦車がセンターの CV に向けて前進してきてるで。小規模な兵力ならええけどな。対戦車砲が撃てる位置に入ってきたね。初段は命中したよ。感覚で配置したんやけど、ここにあげてよかったなぁと思う瞬間やな。やっぱり、こういう待ち伏せに強いよね。対戦車砲は。戦車だったら置けないようなところに配置できるし、何が見つかりにくいのがいい。相手のヘリも右翼に動いているな。うちも、ヘリをそっちに回すで、中央にも歩兵が突撃してきたね。一応 CV を下げるよ。近づいた歩兵は、対戦車砲でなんとかしたいところだけど、スモークを散布するで。同通のミサイルが当たれば一撃で爆散するからな。右翼の崖に配置した対戦車砲もいい感じに仕事してるね。十字砲火を食らわせるよ。CV にも砲撃飛んできたな。アカネちゃん砲とか見られてないか心配になるで。アカネちゃん砲は精度を高めるために前線に近づけているからね。もちろん操作しやすくするってのもあるけど、トラックに乗った歩兵もやったで。中央のヘリも仕事してくれてるな。敵のクラスターがまた飛んできたね。前線にある AA は合計で4門あるからなんとかなるはず。戦闘機も飛ばしたからか2機とも撃墜できたで。対空が1つ焼かれたけど損害は軽微や。敵の対空もアカネちゃん砲で狙うよ。
アイホークは強力な対空ミサイルだからね。ついに敵の M1A1 エイブラムスが姿を見せてきたね。装甲も砲も優秀な戦車だからうまく対処しないとな。森林戦では優勢やけど敵の後部隊が側面に移動してきたな。ヘリもあるしなんとか抑えたいところや。ヘリと一緒に突っ込んできてるのが厄介だね。特に偵察が名乗られてるのがかなりまずい。ストレラを前に出したいところやな。戦車がいるからなかなか難しいけど。というかお姉ちゃん、多分敵の戦闘機がヘリを狙ってくるだろうから早く着陸させて。多分間に合ったな。きちんと対応できたで、お姉ちゃん。なんかすまし顔してるけど、ショートカットで着陸させてるんじゃなくて、右のパネルでポチポチして操作してるの私知ってるからね。うっさいわ葵。ショートカットあんまり使わんくてもうまいプレイヤーもおんねん。それに葵の体でどうせパネル見えてへんし。まあまあ、戦況に戻るけど、なんとか敵部隊を撃退しつつあるね。こちらもかなり削れてるけど、戦車が2両も戦闘可能なのが大きいんじゃないかな。森林戦でも気合で火炎放射戦車が頑張ってくれてるな。歩兵に肉薄されてるけど、そう簡単には負けないはずや。ここでどうにか踏ん張って敵左翼を押し込みたいね。あともうちょっとのところまで来てると思うよ。全世界の同志諸君、プロレタリアートのために革命の最前線に赴く社会主義の戦士諸君、全身あるのにノリノリやな葵。相手の CV こそ存在してるんやが、森は全て取り切れたで。あとは足場を固めないとな。飛んできた A10 も撃退できたね。右翼に歩兵が侵入してきたけど RPO で撃退できるはずだよ。ありゃ増援の歩兵やな。森に入られる前に撃破したいところや。左翼では相手歩兵の増援を完全に阻止したよ。ここで相手が GG って言ってくれたな。うちらの勝利や。やった。お姉ちゃん、プロレタリアートと社会主義の勝利だよ。それはさすがに主語が大きすぎないか葵。でもお姉ちゃんとの約束はちゃんと守ったからね。褒めて。まあ確かに。でも短めの試合だったけど本当に GG な試合だったな。試合中ずっと緊張してたで。ここまで見てくれたみんなもありがとね。またな。というかお姉ちゃん褒めてくれないの？それはまたなんでよ。